ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、俺はユデロン、世界を一緒にひっくり返さねえか。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回考えたいのは、再び、ルフィの夢の果てです。ロジャーと同じ言葉、ルフィの夢の果て。こちらについては3年前から何度か考えています。もっと言えば、10年前に寄稿した考察本から考えています。そして再び、今回考えても、その結論は変わりませんでした。結論から先に言えば、ルフィの夢の果てとは、独立国家を作る。何度考えてもこの結論になりました。なぜそのような結論に今回もなってしまったのか。その理由は僕が半年前からやっている反転話数の理論です。反転話数の理論について意味がわからない人はこちらの動画からまずはご覧ください。反転話数とはある特定の話数をひっくり返すと見えてくるワンピースのパズルのような仕掛けです。例えば、太陽の反転話数なら、1044話で登場したニカと441話での黒ひげのセリフ、太陽か闇か、勝者は一人だ。このように1044話と441話は繋がっています。他にも、エースとヤマトの反転話数なら、489話ではルフィがエースを思い出す。一方、984話ではヤマトがルフィを見てエースを思い出す。こんな感じです。これが反転話数の理論。その反転話数の理論、第1弾では20の事例を紹介しましたが、反転話数の事例はまだまだたくさんあるので、また近いうちにまとめましょう。今回考えたいのは、ルフィの夢の果てです。これをルフィが叫んだのは、585話、兄弟杯。杯を交わして兄弟になった3人は、この後、ダダンから独立しています。そして585話の反転話数は、ありません。585をひっくり返しても585のままです。そこでその次に重要な回を考えましょう。それは589話風雲の志。ここではルフィが夢の果てを叫んだ時と同じシーンが描かれており、さらにエースとルフィはそれぞれ独立国家を作りました。これは3年前にも考えました。こちらです。この589話のどこかに夢の果てのヒントとなる風雲の志が隠されていると考えます。注目は589話でエースとルフィが喧嘩をした後、ダダンに送った手紙です。独立国家を作った AL。ここでエースはエースの国を、ルフィはルフィの国を作りました。10歳と7歳らしい発想です。そう、ルフィが夢の果てを叫んだのは7歳の時なのです。我々読者は海賊王イコールグランドラインの制覇だと思っていますが、7歳の少年ならば海賊王イコール王様、つまり海賊の国の王様だと思っていても不思議ではないのかもしれません。3年前、2020年4月5日に考えたルフィの夢の果て。そこから3ヶ月後、2020年7月20日の985話の考察では、ルフィと戦った海賊たちの夢は全員ルフィと一緒説を考えました。こちらです。そして今回カイドウが言っている一つなぎの大砲を見つけて無法地帯の海賊の国楽園を作りたいという新鬼ヶ島計画はアプローチは違えど僕がこれまで考えてきたルフィの夢の果てにかなり似ています。無法地帯はある意味で自由であり楽園は愉快なわけです。そのように考えるとこれまでルフィが戦ってきたボス級の海賊たちはある意味ルフィと同じことを言っている気がします。これが海賊たちの夢は全員ほぼルフィと一緒説です。はい、気がついたでしょうか。589話風雲の志。589話をひっくり返すと985話新鬼ヶ島計画。589話ではルフィの国、985話ではカイドウの帝国。反転話数によって国づくりがリンクしている。もちろんこの3年前の時点ではまだ反転話数の理論にはたどり着いていません。表立体説のみでこちらを考えたのですが、半年前に思いついた反転話数の理論でもこの考察が合致しました。そして鬼みたいな街道の国づくり。国づくりといえば再び3年前の考察を見てみましょう。こちらです。次に考えたのは魔人オーズの存在です。魔人オーズについてモリアは討ち取った国を島ごと自分の領土に持ち帰り、悪党たちの国を築いたという世に名だたる国引き伝説を残した張本人がそこにいたと言い、魔人オーズはその昔悪党たちの国を築いたという国引きオーズだったと解説しています。この国引きオーズの肉体に入ったのがルフィの影です。これを深読みすると、隠されたルフィの願望である本当の夢の果てがルフィの影というイメージで表されていて、国引きオーズが築いたという悪党たちの国とルフィが求めていると思われる自由な独立国家、愉快な海賊の国がリンクして表現されているのではないかと考えることができそうです。
ルフィの影が入った鬼のような魔人オーズこと国引オーズは、かつて悪党の国を作ったという。一方、鬼のようなカイドウは海賊の帝国、あらゆる海賊たちにとって楽園を作りたい。それは弱肉強食の世界。ならばルフィも愉快な海賊たちの国、食べ放題、バイキングの国を作りたい。それは焼肉定食の世界。お前が一体どんな世界を作れる？腹いっぱい飯を食える世界。日本ではレストランの食べ放題サービスをバイキングと言います。腹いっぱい飯が食える世界、国、それがそのままルフィの夢の果てなら、もしかすると585話の語呂合わせはまさかご飯いっぱい。ご飯いっぱい。5は5つのいつです。ゴミ山育ちの3兄弟はいつもお腹を空かせていました。585話ではラーメン26杯を食べて食い逃げを行い、ルフィだけが宝払いのツケを残していきました。だからルフィが望む世界はご飯いっぱい食べられる世界、ご飯いっぱい食べられる国、食べ放題のバイキングの国なのか。食べ放題のバイキングは1958年、日本の帝国ホテルレストランが北欧スカンジナビアの食べ放題形式の伝統料理をメニューに取り入れ、それをインペリアルバイキング、つまり海賊の帝国と名付けました。そしてカイドウは海賊の帝国を作りたい。そんなルフィとカイドウの表裏一体の関係について1012話の動画で同一であると考えました。こちらです。鬼ヶ島屋上の声を聞きます。声は2つ、つまり1対1の差しだと言います。これも語呂合わせ統一であり、さらに同一でしょう。ルフィとカイドウは統一であり同一です。例えばルフィの能力はゴムゴムであり、覇王色をまとう竜王を使い桜のイメージがあり、さらに鯉のぼりを飾る5月5日子供の日生まれです。一方カイドウは前回も考えましたが、桜に似た中国の花カイドウが由来でしょう。そしてカイドウの笑い方はゴロロロロロロなのでゴロ56です。5は中国語でウーです。さらにカイドウの誕生日は5月1日、つまり恋であり、恋が滝を登ると竜になり、竜王 VS 竜王が成立していて、それは統一、そして同一です。それから半年後の1036話では、キングがカイドウのことを伝説のジョイボーイだと思っていたことが判明しています。もちろんジョイボーイはカイドウではありません。ルフィのことです。カイドウとルフィは同一のイメージ。そしてルフィの影と国引オーズのつながりもあり、カイドウの夢、海賊の帝国、楽園とはルフィの夢の果てである可能性が高い。続いては1060話も考えましょう。1060話のタイトルはルフィの夢。1060話でルフィは夢の果てを語っていますが、1060話をひっくり返すと601話、新世界編のスタートです。601話のシャボンディ諸島でルフィは海賊王に俺はなる。ルフィは夢を叫んでいます。海賊王になることがルフィの夢。その夢の果て、向こう側が海賊の国の王様でしょうか。601話でルフィは弁当も守っています。1060話についてはこのようにも考えました。こちらです。ルフィが国を作る、窮屈を嫌い自由を求めるルフィがそんなことを願うのでしょうか。しかし1060話では逆にルルシア王国という国が一つ消えています。僕がやっている表裏一体の理論を考えるなら、1060話で国が一つ消えたなら、ルフィの夢の果ては国を一つ誕生させる、そのように成立可能です。さらにルルシア王国はルフィの夢の果てを知っているエースとサボどちらもが訪れているところもポイントです。それではルルシアとはどんな由来で付けられた名前でしょうか。ルルシアとはツイッターで9月20日に考えましたが、ラテン語で光の意味を持つルシアが由来でしょうか。もしもそうであれば、ルシア光とは英語でルーシー光という言葉にも対応するそうです。ルーシーといえばドレスローザでルフィが名乗った偽名です。そのルーシーはしかも途中からサボがルーシーになっていたこともポイントでしょうか。つまりルルシア王国イコールルフィの国のイメージ。1060話でルフィの夢の果てを聞いて一番喜んでいたのはチョッパーでした。
このチョッパーの喜びはヒントなのかもしれません。チョッパーは2つ前の1058話でロビンから綿飴をもらって喜んでいました。つまり食べ物をもらって喜んでいた。この時のエフェクトと夢の果てをチョッパーが聞いた時のエフェクトが同じです。やはり食べ物に関係するのか。ナミもあんたらしいけどと笑っていました。ルフィはワノ国で水と食料宝船をご飯をくれたおこぼれ町とお玉への恩返しとして渡していました。もちろんルフィも一緒に肉を食べていますが、はい、これとほぼ同じエピソードがワノ国にはあります。それはビッグマム。ビッグマムもまたご飯をくれたおこぼれ町とお玉への感謝としてカイドウとの海賊同盟を裏切って平治湾を倒していました。カイドウとルフィの夢は同じ。さらにビッグマムとルフィの夢も同じなのか。さあここで再び3年前の考察を見てみましょう。こちらです。最後の伏線はビッグマムの夢トットランドです。とにかくビッグマムの夢とルフィの夢の果てはほぼ同じ夢だと考えます。このルフィに似たビッグマムの夢トットランドが語られたのは83巻834話、タイトルは俺の夢です。834話の話数の語呂合わせは優しいでしょうか。つまり優しい俺の夢となります。ここで言うタイトル俺の夢の俺とは通常ビッグマムの一人称を表していますが、834話の扉絵にはご覧のようにルフィが描かれていました。これがルフィの愉快な海賊の国を作る6つ目の伏線だと考えられそうです。ビッグマムの夢はみんなと食卓を囲みたい。つまりみんなと平等な目線でご飯を食べたい。そんなビッグマムがおこぼれ町のために激怒したのは1011話あんこの神器。1011話の語呂合わせはジョイボーイ。ジョイボーイ。1を棒と読むのはウィキペディアによると1が棒の形をしているからだそうです。1011話の語呂合わせがジョイボーイ。その1011話では太陽の神ニカを想起させるセリフ。90ほど笑い笑うほどニカとはルフィ、ジョイボーイとはルフィ。そしてもしもルフィの夢の果てが腹いっぱい飯が食える国の実現だったなら、ルフィはおこぼれ町でお玉にお前が毎日腹いっぱい飯食える国にしてやる、そのように約束していましたが、実はこのセリフは死ぬ前のエースのセリフと同じです。お前が腹いっぱい飯食える国にしてやる。はい、わかりますか？エースはルフィの夢の果てを知っていました。そしてエースはルフィの夢の果てを見たかった。そのエースがもしもルフィの夢の果てと同じことをお玉に言っていたなら最高にエモい。以上です。今回は3年前考えたルフィの夢の果てをブラッシュアップしてみました。それは腹いっぱい飯が食える国を作る。それが夢の果て。ルフィはウォーターセブンで世界征服に勝った後、夢を見ながら飯を腹いっぱい食べていました。夢の果てまで。皆さんはどう思われましたか？ご意見や考察してほしい謎があればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。